さんではないですか。果てに転んでいらっしゃったようで。血は布につくと落ちにくいのですよ。服、汚れていませんか？さっそさっそ。汚れを落としたんですよ。危ないところでした。お兄さんのお尻はなんとかプチみたいです。ふふふ。死んでませんから大丈夫だと思うのです。何とは？聞きたいのですか、お兄さん。聞くも悲しい、語るも悲しい出来事が。誰も悪くなどないのです。強いて言えば、巡り合わせの妙。そこまで大げさなものでもないですよ。いつものことです。つい先ほど。カリン様、このようなところで何をしていらっしゃるのです？軍議ではないのですか？あんな退屈な会議に私がいる必要あるかしら。なんたる怠慢。リンも同席していない程度の会議よ。重要性などたかが知れているわ。ああ言えばこういうそのような還元で。還元？嬉しいわ。私の言葉でリンも少しは甘い思いをしたということね。カリン様。面白い子。くだらない経過報告なんかよりあなたを構っている方がずっと面白いわ。どこに触っているのですか、カリン様。まだ私の抱擁を拒むの？憎い子ね。これ以上私を呆れさせないでいただきたい。それよ。あなたは一生懸命だから面白いの。耳におやめください。私の気を引こうと誰より声を張るくせに、腰に腕を回そうとするとそのように怯えて身を引いて、震えながらまた声を張るのよね。その瞳たまらないわ。いっそ力ずくで私のものにしてしまおうかしら。
立場を利用して。それは暴君の振る舞いです。人心が離れて。そんなひどい言い方をしなくてもいいじゃない。私はリンが可愛いの。だから時にはからかうようなことも言うし、いつでもネヤに招きたいと思っているのよ。国の主が色に狂うなど、それこそ警告の。可愛い声。今のは違います。カリン様が私の。リンのどこを触ったのかしら。お尻を。よく言えたわね。でもリン、私があなたにとらわれて政務が手につかなくなることと、あなたで満足を得て普段の倍の政務をこなすこと、どちらが義のためになるかしら。軍師のあなたの見解を聞きたいものだわ。ずるいです、そのような聞き方。あなたのその顔が一番好きよ。気弱に私を見上げてくる目。恐ろしいお方です、カリン様は。恐ろしいのが気持ちいいのでしょ。あまりじらしすぎるのは感心しないわ。熱が冷めてしまうものね。あなたは早く私に身を委ねてしまえばいいの。身を委ねるとは。興味が出てきた？そうね。まずはあなたの可愛らしい花弁に口づけてあげる。まずはと言いながらそのような。あなたはきっと恥じらうでしょうね。でもやめてあげないの。あなたの中に舌で侵入して優しく開かせてあげる。開かせて、その後はどうするおつもりです？あなたはどうしてほしいのかしら？それは。まだ入れてあげないわ。その後はほてったあなたの肌を味わうのよ。舌を合わせて。そう。あなたの体中、私の唇が触れていない場所を残すつもりはないの。今夜は聞かせてもらえるかしら。私をカリン様のものにしてって。リン？説明してみて改めて。ああ、いつものことだなぁと思わずにいられないですね。ああ、軍議はさっさと終わらせていたようです。カリン様はブラブラしていて何の問題もなかったのですよ。
かりん様について軍議に出ておりました。もちろん隣にいましたね。いやー、この陽気と先ほどの退屈な会議のおかげで眠気に勝てなかったもので。いやー、それにしてもお兄さん、いいところにいらっしゃいました。これをどう引きずっていくか迷っていたのです。お兄さんがおんぶをしてくれるって手もありますね。ありがとうございます。かりんさんは起きるかもしれませんね。かりん様ではありませんね。いないのですか。かりん様。無理をしない方がいいと思うのですよ。たくさん血を失ったのですから。これは墓の血。かりん様だったら肩をすくめて行ってしまったのです。なんだかがっかりしたようだったのですよ。そう。気にすんなって。ま、本気だったのが空振りして残念なのはわからんでもないけどな。残念とは何ですか。知ったようなことを。私は服の棚の一番奥。なぜそれを。星は何でも知っている。甲賀も何でも知っている。こら包茎野郎、りんちゃんの勝負下着が隠してあるところとかカマかけちゃダメなのですよ。呆れないでください。けど困ったのですよ。その鼻血がある限り、いつまでたってもりんちゃんは素直になれないのです。まさに血の防壁なのです。私には鼻血がある。私は誰からも愛されない。ならいいの、鼻血と生きていくわ。とかそんな感じで一つ。みんな私をおもちゃにして、肝心な時には鼻血を吹いてばかりの煩わしい女など好きになる者がいるものですか。安っぽい慰めはいらねえぜ。
男もたまにはバシッと言ってやらないとな、兄ちゃん。構いません。私は鼻血と共に生きていけばいいのですよね。困りましたね。ほら、お兄さんも男なら気の利いたことの一つも言ってあげないと。たった今その鼻血が何ともならないという話をしていたのですが、ならば問いますが、和人殿、あなたは鼻血を垂れ流している女に浴場できますか？いやー、お兄さんならどんな趣味でもいける口ですから。和人殿、変な想像をさせないでいただきたい。鼻血が止まらなくなるではありませんか。なんとかですか？最近前にも増して鼻血の頻度が増しているのは気になりますね。あまり鼻血ばかりだと命にも関わりますし。おそらくは刺激が増えたからでしょうね。カリン様はご就寝ですし、お兄さんや他の皆さんの存在もバカにはできません。想像が強くなりすぎてどうにもならないなら、いっそ現実を思い知るというのも手ではないでしょうか。スケベなことをするのですよ。これでもかと。それだけ妄想できる割に打たれ弱いその性質。りんちゃんはもう少しスケベなことに耐性をつけるべきだと思うのですよ。そうですよ。想像だけでもこんなことになっているのに、実践だなんて、そんな、とても。もちろん段階を追ってですよ。いきなりカリン様に抱いてもらったら、りんちゃんきっと鼻血の海で溺死しちゃいますし。カリン様と？そんな想像させないでほら、だからカリン様は一番最後なのです。例えば、手頃なところってお兄さんなんてどうでしょうか？どうして和人殿と？それは大して興味がないという意味では確かな人選だと思いますが。そんな人間に好みを好き放題されるだなんて、そんなこと。あ、
比べれば少ない方ですよ。投資費で3割減といったところでしょうか。まあ兄ちゃん、ここは思い切って一皮むいてやったらどうだ？どこの皮を剥くというのですか？まあどうせ脱いで剥きますから変わらないということで。なかなか面白いことを考えるわね、ふう。まさか聞いてらしたんですか？胸が痛むわ。これも私の愛がもたらした悲劇。私に愛されることへの期待が大きすぎるあまり、高ぶりが先走ってしまうのね。困ったわ。これではいつまでたってもあなたに触れられないじゃない。私は色狂いのようにそれだけ妄想に走ってれば十分なのですよ。まあカズとは手頃な相手だわ。早く女に磨きをかけて私のものになりなさい。カズと、これは命令よ。私の大切な玉2つ、念入りに磨きをかけなさい。お？言い出したのはフーでしょ。それに1人よりは2人の方が凛も気楽ではなくて？勝手に決めないでいただきたい。誰がいつ了解したのですか？はいはい、フーもいいわね。あなたもまんざら嫌な話ではないでしょ。乙女に言うことではないのです。仕方ありません。カリン様のご命令とあれば拒むわけにはいかないでしょう。あなただって好きでしょ、カズと。彼女たちのみずみずしい体をもてあそびたくないの？あら、凛もフーもやるって言ってるじゃない。そうですよ。何か問題が。やり方は任せるわ。ただし私が楽しむ前に壊したりしたら殺すわよ。楽しみにしているわよ。まさかご命令とは。それもよりによってカズト殿と私と3人でと。まだ墓も済ませぬうちからいきなり3人で。もあな。
ご命令に逆らうのは凛ちゃんの本意ではないと思うのですね。というわけでお兄さん、うーたちはこれで失礼します。凛ちゃんも介抱しなければいけませんし、乙女には準備というものもあるのですよ。後ほど、そうですね、お昼を食べて一息ついた頃にはお伺いできると思いますので。痛いです。ごちそうさま。はい、おそ松様でした。ありがとうございます。わー、ルルちゃんの料理フーも食べたかったのです。ふふふ、カリン様の真似なのですよ。ごめんなさい。今日作った分、キーと兄様がもう全部食べちゃって。それは残念無念。お兄さんも二人と食べるなら誘ってほしかったのですよ。ふう、無理を言わないの。あ、凛ちゃん。キー、そろそろ私たちも出ようか。訓練の支度ならもうちょっとゆっくりしても大丈夫じゃない？今日はシューラン様との合同訓練でしょ。抜けがあったら大変だし、一度確認しておきたいの。そっか。ならいいよ、先に行ってよっか。ルルちゃんはシューランちゃんが大好きなのですね。それは誰かさんとそっくりなのです。誰か？おい、ふ。寝るな。とにかく私たちはこれで失礼しますね。お茶の支度はしてありますから、よかったらゆっくりしていってください。じゃあ兄ちゃん、二人ともまたね。ルルちゃんにはなんだか気を使わせちゃったみたいですね。しかし彼女の気遣いは貴重なものですよ。我が軍にはああいう支援の素質を持った指揮官は少ないですから。まったく、そういう評価をするときはきちんとできるのに、どうしてお布団の上ではきちんとできないんですかね。うるさい。
こでするんですか？まあ、やる気がなくならないうちにとっととやってしまった方が良いのではないかと。それはそうですが。ほら、りんちゃんもやる気十分のようですし。なるほど。幾多の女を連れ込んだ自分の縄張りでやり放題に振る舞いたいと。カズト殿。まあ、虎穴にいらずんばこちを得ずという言葉もありますし、お兄さんの罠にかかるのもやぶさかではありませんが、良いのですか？お兄さんの部屋がりんちゃんの血の匂いで充満することになりますよ。そういう趣味があるなら笑いが止まらないとは思いますが。最低です。おう、お前たちこんなところにいたか。その前に茶を一杯くれ。まあまあだな。春蘭ちゃん。おう、どうしたふう？いい匂いがします。こんな時間から優雅にお風呂ですか？うん、カリン様が唐突に風呂に入りたいとおっしゃられてな。カリン様が？カリン様も我々ももう使ったから、残り湯でよければお前たちも使うがいいとのお達しだ。それを伝えに来た。そうだ、できれば夕方にしてくれれば演習から帰ってきたキーたちも湯を使えたのだろうがな。ありがとうございます。では遠慮なく使わせていただくのですよ。ふう。あ、では確かに伝えたぞ。さすがカリン様、完全にお見通しですね。いやー、りんちゃんと一緒にお風呂というのも久しぶりで、いやはや成長ぶりのすごいことすごいこと。そんなすごいなんて、みんなと比べれば私など。やれやれ、りんちゃんも皮肉が上手になったものですね。いや、そういう意味じゃなくて。そうですね。お兄さんもりんちゃんの成熟した女の肉体がうろうろしていては目のやり場に困るでしょうし。あなたよくそう落ち着いていられますね。女同士で風呂に来ているのとは違うというのに。
兆候ですね。りんちゃんが意識してますよ。誰でも意識くらいするでしょ。おやおや、お兄さんは風のような体型もお好みで？しっかりはぐらかされましたが、気持ちいいのです。肩まで浸かったらのぼせてしまいますね。こういうのも悪くないですね。落ち着きませんかね、お兄さん。少々顔が赤いようです。ふむ、お兄さんなら女の裸など見慣れているでしょうに。嘘ですね。ふっふっふ。大抵のことはお見通しなのです。どういうことですか？ちんちん黒かったし。太くて黒くて長い技物で、カリン様をはじめお城の皆さんをひいひい言わせているんだなぁと、風は驚くやら呆れるやら。それは確かなのですか？ああ。はい。りんちゃんは妄想の中心に自分を置かなければ平気なのかもしれませんね。冗談にも言っていいものと悪いものがありますよ。なら次の実験です。例えばこんな風にしてみたりするとどうなるんですかね。ケーファではないけれど、カズトの相手にそんなことをして孕まされても知りませんよ。ほら、鼻血が出ない。目の前でこんな風にしているのを見せられても平気ですか、りんちゃん。呆れるだけです。本当に？じゃあ今度はお兄さん、チューしてみてもいいですか？チュー。油断大敵なのです。楽しそうですね。やっぱりりんちゃんに士官願望はないようで。
れじゃ変わってみましょう。次はりんちゃんが同じことをしてみてください。ちょっと。まずはチンチンを触って肘におっぱいを押し付けて、最後はどこまで行くのがご希望ですか、お兄さん。せめて私にそれを聞いて。プーたちの女に磨きをかけよと命じられていた方のセリフとは思えませんね。りんちゃんもカリン様がせっかく期待を込めてカズトさんを相手に指名したのですよ。これで満足ですか？ちゃんとチンチンも触ってみないとダメなのですよ。硬い。それに湯船の中でピクッとして。どれどれ、もうさっきより硬くなってます。息遣いも荒くなっていませんか、カズト殿。何ですか、その物欲しそうな目は。気分が出てきたようなのです。それでは手始めにほっぺにでも口づけを。頬でいいんですね。これでいいですか？ふう。カズト殿、ふざけるのも大概に。まだ鼻血が出ない。いいですよ。この調子でもうちょいスケベなことをやってみるというのは。けど純潔は捧げませんからね。まだ心の準備が。おいもい。では2人でこれをしてみるっていうのはどうでしょうか？これを？練習です、練習。お付き合いくださいね。あ、